こんにちは、たきです。79は未来の記憶のジークの心境が非常に味わい深かったです。ジークを嫌いな人、何を考えているのかよくわからない人は、ぜひ聞いてみてください。まず最初、ジークの考えについてお話した後に、記憶ツアー中のジークの心境を深掘り考察していきます。今回の話、ジークの心境を考えるとね、もうなんとも、話さずにはいられなかった感じなので、ちょっとね、熱量多めなんですが、聞いてみてください。まずこのジークなんですが、グリシャの記憶に来た理由ですね。これはシンプルで、エレンに安楽死計画を賛成してほしいと、理解してほしいというところですね。お前がわかるまで見せてやるとジークは言っていましたが、エレンの考えが今間違っているのは父親のせいだと。それを、エレンに理解してもらいたいんですね。で、もう少し踏み込んだところを言うと、苦しみを共有したいとかね、共感してもらいたいという気持ちもあったでしょう。で、そんなジークなんですけれども、ジークの人生とジークから見たグリシャの姿を押さえておかないと、今回の話のジークの心理がちょっと理解しづらいです。で、ジークから見たグリシャっていうのは、使命を押し付けて自分を愛さない父親だったんですね。ジークは生まれながらにエルディア復権派の期待を背負って育てられました。そもそもこのジークという名前自体がドイツ語で勝利という意味なので、エルディア復権派の勝利をね、託された存在として、生み落とされたわけですよね。エルディアの目的に沿う行動でしか親は認めてくれなかったと。普通の子供のように愛情とか承認が欲しかったジーク少年は親の言うことを聞いてね、親の望む形で生きていました。例えばこの幼少期のジークの回想シーンでもグリシャが、レベリオから出たいと思わないのかと質問するんですが、ジークは出たいと目をそらしながら肯定するんですね。これはつまり親が望む答えを言っているだけでしょう。でそんなジーク少年は、なんとか頑張って努力をするんですが、戦士には程遠い。公開訓練に来たグリシャはその姿を見て失望して、最後まで見ないで帰るんですね。でさらにはエルディア復権派が捕まりそうという情報を得て、動揺するジークの変化にも、気づかずに、で、この食事シーンなんかを見ても、食べることすら満足にできないのかとでもいうようなこのため息をついていました。結構ね、ひどい父親ですよね。そんな中で、このジークは密告をするわけです。グリシャたち、エルディア復権派の活動がバレて、家族ともどもパラディ島送りになりそうだと。そんな中で、恩人クサバーさんの助言で、両親を密告して、自分と祖父母が助かる道を選びました。でこの時ね、ジークが、一回はできないと言ったんですね。密告することなんてできないと言ったんですが、クサバーさんの言葉がジークを後押ししました。君は両親からひどいことをされた。自分たちの向こう見ずな計画のために君を利用した。命の危険にさらして勝手に期待して見放して君のことを気にかけなかった。君を愛さなかったっていうね。この愛さなかったっていう言葉が、一つジークの人生に影響を与えることになります。草場さんがこのジークを助けるために背中を押す言葉ではあるんですが、同時にジーク自身にとっての呪いみたいなものになるんですね。自分は愛されなかったんだ。そしてグリシャは自分を愛さない悪い父親だったんだっていうふうに、ジークは思ったことでしょう。で、そんなジークから見た時の今度エレンという存在なんですが、もともとは安楽死計画のための鍵だったんですね。この始祖の力を使えるのはその始祖の保有者だと。つまりこのエレンのような人物ですね。で、そのエレンに理解してもらわないと安楽死計画できないよっていう話をクサバーさんは推測で言っていました。しかし道に来ると付箋のちぎりも破れてね、自分でユミレに命令できることを知ったので、エレンが鍵だと思ったけど、実は自分が鍵だったと、命令できるってことを気づいたと。しかしそれでもなお、エレンの考えを変えたいというね、気持ちでこの記憶ツアーに入っているんですね。本気で共感してほしいし、理解してほしいし、救われてほしいという気持ちですよね。で、そのジークがなぜそんな風にエレンのことを気にかけるのかというと、それはクサバーさんから受け継いだ愛情があったからです。自分はたまたまクサバーさんというね、救ってくれた、愛してくれた存在と出会えたんですが、エレンは出会えていないだけだと。ここが一つ対比的なんですが、ジークの方は環境で人が変わると思っているんですね。エレンは生まれながらにこうだって言っていましたが、ジークの方はもう環境によってね、クサバーさんのような存在がいれば、エレンは救われるはずだと思っている。そしてさらには、クサバーさんから受けた愛情を、あの日の自分と同じ洗脳された弟に与えることで救いたいっていうふうに考えたんですね。でそんなジークが考えるエレン像なんですが、そのクサバーさんのその気持ちを受け継ぐとかね、その観点に関しては、このエレンを助けたいっていう気持ちに関しては、紛れもない善意なんですが、地獄への道は善意で舗装されているというね、言葉がある通り、この善意だからといって、それが必ずしも良かったのかというとね、そうじゃないかもしれないし、一部正しくない面もあったなと思うんですよ。絶対的に加害者であるダメな父親がいると。
そしてその父親は再び息子であるエレンを洗脳している。エレンは被害者で苦しんでいるし、間違っていると、見ているわけです。そして自分と誓ってエレンを救う人はいなかったから、自分自身がエレンを救ってあげようとジークは考えているんですが、善意ですよね。自分が救ってあげようという気持ちではあるんですが、そこに見えてくるのは、あまり話したこともないのに、お前はこうだろうというね、一方的な思い込みとか決めつけですね。なのでこの善意ではあるものの、私がジークにちょっと違和感を感じるのは、この的外れなね、お前のためを思ってっていうところ、母親が子供のためを思ってね、あなたのためを思ってこうしてるのよっていう時に、そこに勝手な思い込みとかってあったら、ちょっと違和感があるような感じで、ジークに関してはね、この側面っていうのが、正直あるんじゃないかなと思います。そしてそんなジークなんですが、記憶ツアー中のね、心境を順番に見ていきましょう。ちょっとジークに個人的に入れ込みすぎて、主観的な見方が今回多いんですが、私が79はどういう風に楽しんだかっていうところとしてね、ぜひ聞いてみてください。まず一つ目、グリシャの第二の人生への憎しみですね。このエレンとジークが不法侵入しているシーンなんですが、いかにも幸せそうじゃないか、仲間や以前の家族を地獄に突き落としてと、それでもなお幸せそうにしているじゃないかと言っているんですが、これはね、おそらくその被害者から見た時の加害者の幸せな姿が許せない気持ちですよね。別にこれジークじゃなくても、自分を傷つけた人とか、いじめた人とか、そういった人が幸せそうにしているのを見ると、いやお前みたいな人間が過去のことを忘れて今を幸せに生きやがってっていう、これは割と万人に共通する感情なんじゃないかなと思います。そしてこのジークがね、去ろうとした時に、よかったなグリシャ、幸せを享受するあんたを誰も咎めない、以前も息子がいたことを一切忘れてなっていうね、このあたりはやっぱりこの自分は咎めたいっていう憎しみとか怒りっていうのがジークの中にはあったと思います。で一方で、以前の息子である自分のことを忘れてるんじゃないかみたいなね、そういう寂しさも少し感じるセリフですよね。そしてそんなグリシャをね、姿を見ていくんですが、使命よりも家族を優先したグリシャに、ジークは驚きます。ジークからするとグリシャっていうのはエルディア復権派の使命を最優先で動いていた。なので始祖の巨人を持つレイスケのこの礼拝堂を見つけた時にね、襲撃すると思いきや悩んだ挙句自宅に帰って涙をしているんですね。でこれジークからすると信じられない光景、使命よりも家族を優先したぞこの父親っていう感じですよね。でアニメオリジナルでね回想が挟まれていたんですが、これは対比的に描くためですよね。先ほど、最初の方で話した食卓でジークに対してため息を漏らしていたシーンの回想が挟まれるんですが、この時のグリシャっていうのは家族よりも使命に役立たない息子ジークを愛さないというね、そういう姿でした。一方でこの時の、エレンを抱きかかえるグリシャに関しては使命よりも家族を選んだんですね。何もできない赤ちゃんエレンを無条件に愛するっていうところで、ここ非常に対比的だなと思います。でこれによってジークが思っていた使命を優先して家族をないがしろにして無条件に子供を愛さないっていうね、ダメな父親像が壊れていくと。でなぜ自分にはその愛情を与えてくれなかったんだっていう悲しみもありますよね。このジークの瞳も揺れていました。なんでだよ父さんっていう気持ちがあったんじゃないかなと思います。そしてジークはですね、このグリシャのいい父親である面を受け入れていくと、2人目の息子は愛されていたらしいと認めましたね。でこの愛情っていう愛っていう単語もですね、やっぱりこの草葉さんが言っていた愛さなかったっていう言葉が呪いのようにジークに響いてきているっていうことが、伝わります。そしてここから先のジークの旅は、グリシャがダメな父親である証明のためにある意味動いていたと思うんですが、それ以上にですね、その唯一の肉親エレンに自分の考えを理解してほしいというね、その方向で、進んでいくわけです。仲間とかね、草葉さんが亡き今、共感してくれる人が欲しいっていうのは自然な感情かなと思います。そして、この辺りのシーンなんですが、グリシャがですね、ごめんなジークというんですね、寝ているグリシャが無意識にごめんなジークと発言する。これはジークのことを忘れていたわけではないし、自分の行いを反省していたことがわかる、そんなシーンなんですが、写真もね、壁の外の世界を表すと同時に、家族の思い出でもありますよね。これを見てね、この時はジークとしては、何言ってんだっていう感じだったと思います。そして、ジークからすると、このエレンという人物をね、救おうと考えていたわけなんですが、
そもそもジークは環境とか教育がその人を形作るとおそらく思っていたんじゃないかなと。ダメな父親ジークに育てられて、いい父親クサバーに救われた、そんな自分だから今ここにあると。しかしね、エレンを見ていくと、エレンを動かしているのは生まれながらの性質だとわかるんですね。育ちではなくて生まれながらのものだと。いい両親に育てられたはずなのに、9歳にして見ず知らずの少女のために大人を殺すこのエレンの姿はね、やっぱりちょっと異常ではありますよね。俺とあんたが同じだと思っていたようだが違うと言っていたのは、ここもね、やっぱりその教育によって変わると思っていたジークと生まれながらっていうところのこのエレンとジークの兄弟の対比的なね、関係が見えてきます。洗脳教育のような育て方は悪いんですけれども、その逸脱したエレンのような人間になったからといって育て方が悪かったとは言えないっていうところも、このあたりね、見えてくるところですね。そしてこのエレンがですね、ジークに畳みかけるように辛辣な発言を言うんですね。ここもかなり痺れるところです。あんたが望んだ哀れな弟はどこにもいない。あんたの心の傷を分かち合う都合のいい弟もと。でジークにとっては、俺間違っている父親が絶対的にあって、それを確かめるように正当化するかのように、他者を定義したいところがあったでしょう。そのエレンが言う通り、ひどい環境で育つ哀れな自分っていうのがいて、で一方で哀れな弟もいると。でもエレンがここで突きつけているのは、それって自分のためでしょってことですよね。それって自分が救われたいためでしょっていう話をしてますよね。父親の望んだエルディアの復権を否定し続けることでしか自分自身を肯定できない男、死んだ父親に囚われたままの哀れな男だというふうに言っていて、でジークはね、正直これに対してやっぱ否定はできないと。だとしたら男は父親に感謝してるっていうふうに言うんですね。やっぱりこれはエレンがその本質をついていますよね。もちろんジーク自身クサバーさんの愛情であったり世界のためという大義もあるんですが、根本にあったのは父親への復讐だったり否定というところですよね。その後のジークの発言もグリシャとの比較でした。父親の行いが息子を目覚めさせて世界を救うという、エルディア復権派のエルディア人を救うよりも規模の大きいね、世界を救うというところをフォーカスしているわけです。これなかなかね、辛辣で痺れたシーンでした。でさらにはこのジークがですね、子供を愛するグリシャの姿をどんどん見ていくんですね。まずこの娘であるミカサに関しては、血がつながっていないミカサを家族として迎え入れる。このフリーダに対してグリシャが話す時のシーンで、私の娘というふうにミカサのことを言ってるのも、これもやっぱり愛情の表現です。そして医者として見ず知らずの子供たちにも愛情を注いで愛される姿もあったと。これはつまりジーク以外の子供をこれでもかと愛する姿ですよね。これを見ているジークの心境、かなり、辛いものがあります。そんなジークなんですが、見捨てないことにあくまでもこだわり続けます。子供を愛せないダメな父親グリシャ、苦しみを分かち合える理解者の弟エレン。このどちらもね、いないことが分かったのに、それでもなお、ジークはエレンを見捨てないと言い続ける。これは、ジーク自身が言うように、クサバーさんから受けた愛情を別の人に渡したいと、ギブされたから別の人にテイクしたいという気持ちもあったでしょう。あるいはそのクサバーさん自身が諦めずに自分を救ってくれたから自分も諦めちゃいけないという気持ちもあったでしょう。で一方で裏側としては両親を見捨てて密告した自分の引け目があったのかなとも思います。唯一の肉親であるエレンを見捨てないっていうのはやっぱりこの見捨ててしまったことへのちょっとした罪悪感というか引け目っていうところもあったのかなと見えてきます。そしてこのね、突如挟まれる親子のボール遊びなんですが、これ過去の動画でも何度も言ってるんですが、ジークが欲しかったね、愛情の象徴でして、このボール遊びをしている親子を見て、ジーク少年はですね、羨ましいと思うと。そして父親に対して、今日は早く終わったから遊ぼうと言おうとするんですが、グリシャはですね、今日はたくさん勉強できるな、エルディアの使命を、やれというふうに言うんですね。ジークの言葉を聞かず、ジークが望むものを与えなかったと。一方でクサバーさんの方はこのキャッチボールをしている。これも単なる遊びなんですが、先ほどのね、文脈から見てわかる通り、愛情ですよね。そしてこの時クサバーさんがかけた言葉は無条件の肯定です。どうも君は筋がいいな。きっとピッチャーに向いているぞっていうのは、一球投げただけのね、ジークに対してそんなことをわかるはずも本来はないんですけれども、やっぱりこれは無条件に肯定する、認めるっていうことですよね。で、これはそのジークにとってはかなり大きな体験で、今まで自分は選手になるためにいい成績を残さなきゃと、そうやって生きてきたんですが、そうじゃなくても愛してもらえるし、
自分っていうのを認めてもらえるんだっていう、大切な経験になったわけです。で、この愛情っていうね、ボールと愛情っていうところがあるんですが、このジークの発言ですね、このタイミングで挟まれるのが、世界を救う前にたった一人のお前を救いたいんだっていう。これはエルディア人を救う前にね、たった一人の自分を救ってほしかったっていうグリシャに対する気持ちもあったでしょうし、父親グリシャは自分を救ってくれなかった、遊んでくれなかった、愛してくれなかった。一方でね、クサバーさんの方はキャッチボールをしてくれて、たった一人のジーク少年は救われたっていうところを、暗に示しているんじゃないかなと思います。で、エレンが救われるべき存在っていうね、ジークの見方、一方的ではあるんですが、それほどまでに、その、世界を救う前にたった一人のお前を救いたいっていう言葉は、その自分が救われたね、感謝と、そしてその幼少期に感じていた苦しみが大きかったっていうところを、つい思ってしまうね、そんな一言ですね。そしてレイス家襲撃をエレンとジークは見るわけですが、ここはずっとエレンのターンでしたね。前回の動画を見てみてください。ずーっと口があんぐり開いているね、このジークに注目です。そして戻ってきてからグリシャの抱擁がありましたね。レイス家襲撃後、初めてね、この愛情を示すと、ジークはずっと恨みとか憎しみとか怒りを抱えていたし、グリシャがひどい父親だと思っていた。それに対してグリシャはですね、すまない、私はひどい父親だった。お前にずっと辛い思いをさせた。お前を愛してるっていうふうに言うんですね。これはジーク自身密告した日に自分の背中を押したと同時に苦しめていた、愛さなかったっていうね、この呪いが解けた瞬間ですよね。そのずっと欲しかった言葉を受けてジークは涙するわけです。おそらくこの時、少年ジークの心に戻ってその言葉をね、感じたんじゃないかなというふうに思います。そしてこの時のグリシャの一言なんですが、一緒に遊んでやればよかったのにという言葉ですね。これも先ほど言ったこのボール遊びですよね。あの日のボール遊びのようなただの親子の遊び、愛情を示せればよかったとね、ジークが欲しかったものっていうのを言ってるんですね。そしてその愛されていると気づいたジークがグリシャのことを呼ぶわけなんですが、これもともとジークっていうのは血のつながっていないクサバーのことを父さんと呼んでいた。一方でグリシャのことは血がつながっているんですが、父親とかグリシャとかね、呼び捨てにしていました。しかしこの愛しているっていう言葉を聞いて初めてね、父さんというふうに言うんですね。つまりこれ、親から愛されなかった苦しみにとらわれていた少年が解放される話として見ることができます。ということで、ジークに関して熱く語ってしまったんですが、皆さんの見方、感想もお待ちしています。以上、滝でした。それではまた。